ラフルタウン廿日市。はい、この番組は日本一の移民の街から共生の街へ、お互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エイジアンと廿日市国際交流協会の運営でお送りいたします。お相手はエイジアンの栗林克之と多言語相談員コウタです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。カラフルタウン廿日市、今回で47回目の放送となりました。この後前半16時30分までは廿日市国際交流協会のコーナーで、その後後半はエイジアンのコーナーでお送りいたします。共通テーマは多文化共生です。今回のゲストはですね、ミャンマーのですねコミュニティのリーダーのチー君をお誘いする予定だったんですが、急遽ですね来れなくなったということで、私パーソナリティ兼ですねはい、ゲストとしてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、実はですね、私ですね、ちょうどですね、数日前に台湾から帰ってきまして、そして、台湾のですね、さまざまな気づき、旅行だったんですけれど、いろんなことを、学びましたので、それを、お話しできたらと思います。よろしくお願いします。はい。それではですね、まずですね、はい、まず一つ目のコーナーは国際交流廿日市。はい、というわけで、軽快なリズムでいきたいと思います。前半30分は国際交流協会より2つのコーナーがあります。1つ目は How to 多文化共生コーナーです。多文化共生や在住外国人に関する気になった記事などを紹介します。2つ目はニュースレター廿日市ブロッサムコーナーです。廿日市国際交流協会の月刊開放誌ブロッサムからイベント情報やコラム優しい日本語をお伝えします。エンディングには世界の音楽をお届けします。はい、ということでですね、まず1つ目はHow to 多文化共生ということで、多文化共生の話をしていきたいと思います。ちなみに多文化共生とは、異なる国籍や民族を持つ人々が互いの文化的な違いを尊重し合い、対等な関係を築きながら地域社会の構成員として共に生きていくことを示します。ということでですね、これ、とてもいい定義だと思うんですけれど、対等な関係を築きながら、共に生きていくというところが重要かと思います。はい、それではですね、今日ですね紹介したい記事が一つあります。はい、まず一つ目の記事がですね、はい、こちらですね、中国新聞の3月22日ですね、タイトルが東南アジアの皆さん、庄原の雪山に来て DMO がモニターツアーという記事です。はい、国内有数の降雪地帯である広島県庄原市北部の雪山に、東南アジアの観光客や来日して働く人たちを誘うと、庄原観光推進機構庄原 DMO が調査をしている。3月上旬、市内で勤務するベトナム・ミャンマー出身者を対象としたモニターツアーがあった。自動車部品製造の NS ウエスト新庄市長に勤める外国籍の17人が貸し切りバスで同市最上町の広島県民の森を訪れた。参加者は雪だるまや鎌倉を作ったほか、洋式の漢字機スノーシューを履いて白銀の森林散策を楽しんだ。ベトナム出身のルオン・ティ・ホアさん27歳は、そり滑りが簡単で楽しめた。チャン・ティ・ラン・アインさん34歳は、雪に触れたことがないのでベトナム人雪に触れたことがないベトナム人は多い。雪遊びは広島の魅力の一つになると話していた。庄原 DMO によると、広島空港の
ハノイ直行便が2024年5月に就航したことがツアー考案のきっかけ。観光旅行や県内企業で働く外国人労働者の旅行を想定する。県空港振興課によると、ハノイ便は25年1月末までに約2万2000人が利用した。同 DMO は今後ツアー内容を精査し、旅行会社への提案も視野に入れる。モニターツアーを企画した DMO の、中島さんは40歳は雪を知る小原の東南アジア出身者が楽しんでくれた。安全第一でライトな雪山遊びを提供したいと意気込んでいるという記事でした。いかがでしょうか。面白いですよね。知りませんでしたねそれ。なんか DMO ってね、最近時々聞くんですけれど、要は観光地のマーケティングとかですね、運営をする組織ですね。で、またインバウンド、これよく聞かれますかね。インバウンドってどういう意味か。やはりね、普通に海外からの観光客をですね、招いて。そうなんですね。今どこの観光協会もインバウンド招致ってやってるんですけれど、海外から来る外国人だけではなくって、実はですね、この記事のようにこの日本で働いている、特に特定技能の人とかですね、家族だったりとかですね、時間があると車持ってる人とかもいますので、結構情報もこのね、ベトナム人同士とかミャンマー人同士で情報をねやり取って、一緒に富士山登りに行こうとかね、東京ディズニーランド行こうとか、結構みんなね、国内旅行してるんですね。そうでしょうね。花見もしとるようですね。そうですね。花見なんか大好きですね。今の時期ですね。なので特に彼らとかはね、留学生もそうなんですけど、日本語が片言でできたりとか、それなりにできるので、日本のこともよう調べてるんですね。なので、情報もすごくですね、自分の言語で発信できるんですね。なので深く日本の文化を発信したりとか、穴場を発信するというのは短期旅行者だけではなくって、こういうような長期の旅行者にも来てもらうっていうことで、このね、ちゃんと今回のですね、雪遊びをこの地元の会社の従業員の働いている外国人の人たちを連れて行ったっていうんですね、すごくいい催しかなと思います。なるほど。ちょっと突発的なこと言いますけどね、ミャンマー、今日ちー君が来れなかったので代弁して一言言いますけどね、ミャンマーの人たち、広島にもたくさんおる、近辺にもおるんですが、水かけ祭りですよね、これがね大勢集まるんですよ。でそれで水をお互いかけ合ってね、暮れから正月という、心のけじめをつけようということらしいんですよ。だからいろんなね、地域の地元の国のですね、祭りとかね、本当に心から楽しめることもやってみたらどうですかね。日本人見て楽しいと思いますよ、それは。ですね。とにかくですね、日本に来てもらった人たちに、日本で楽しんでもらうっていうね、でその地域で、水かけ祭りでも何でもイベントして日本人と交流したら、すごい思い出が残りますよね。なので廿日市でもいろんなこういうイベントにね、ぜひね、桜祭りもこの前ね、外国の方たくさん来てもらってまして、もう本当に廿日市とかね、地元はね、こうすごいいい思い出を作って、そうですよ。けん玉でもそうですよ。ですね。で帰った時にね、そういう情報を自分の国にまた来てもらったりね、とか長く住んでもらったりとかするんですね。こういうような取り組みがいいんじゃないでしょうか。で、それが本当にね、多文化共生につながってるかなということで、今本当にですね、いろんな地域でもどれだけ長く住んでもらうかっていうですね、特に地方は若者が少なくなったので、外国の方にですね、若い人たちにですね、大都市に行かずにどれだけ地元に残ってもらうか、それが今ですね、キーワードといいますか、重要な、課題となっております。なのでこういうさまざまなね、こういうような取り組みですね、いいかと思います。白馬さんも忙しくなる。そうですね。そうですね、国際交流協会ですので、そういうようなイベントもできたらいいかなと思っております。それでは次のコーナーに行きたいと思います。ニュースレター廿日市ブロッサム。
ということでこちらですね、廿日市国際交流協会の月間開放誌ブロッサム、ブロッサムってちなみにですね花が咲くっていうんですけど廿日市の代表的な花桜が咲くっていうのをイメージしているので、まさに4月号ブロッサムっていうことですね。チェリーブロッサムですね。いいかと思いますね。時期かと思います。はい、ではですね、まず一つ目の記事ですね。はい、廿日市市民活動センターフェスティバルの開催の記事です。3月2日廿日市市民活動センターフェスティバルに参加し、1階の廿日市外国人相談センターでは世界おもしろクイズや飲食品輸入雑貨の販売を楽しく開催しました。マッサマンカレーやベトナムフォー、ベトナムコーヒー、レモングラスティー、どれも香り豊かに食欲を誘い、購入された方から美味しいですと声をたくさんいただきました。よく売れたですね。はい、完売しました。すごい。クイズコーナーでは朝から絶え間なく子どもたちが訪れ、延べ子ども62人、大人28人が世界各国の3択クイズに挑戦してくれました。ということでこんなね写真ですね、楽しい写真が載っております開放誌ですね。で2階のステージはですねベトナム人実習生が歌を歌ってくれたりとか、フィリピン人のバンブーダンスが披露されました。これフィリピンのねバンブーダンスね、実はですね、私も練習してるとこ見てたんですけど、事前にですね何回も集まって、あれ簡単そうに見えるんですけど、竹をこうの合わせた竹を2つを持ってトン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 ってやるんですけど、あれが難しいんですね、リズム。フィリピン人みんなできるかと思ったらそうでもなくて、フィリピン人も練習してやるっていうのを私初めて知りました。それでこう発表してくれたというですね、すごくですね、素晴らしい、ステージ発表でした。栗林さんもね、いやもう引っかかってばっかりです。あったんですね。とろいなと言われる。はい、はい、一つ目の、イベントの記事でした。それでは次情報コーナー行きたいと思います。情報コーナーですね。今月はですねいろんな、語学講座が始まっています。英語が多いんですけれどいくつかご紹介していきたいと思います。一つがですね実践通訳技術養成講座、こちら木曜日の15時から16時30分、谷本先生というですね、プロの通訳、もう広島を代表する方、これがですね、非常にねレベルが高くてですね、すぐにこう発音したのを先生が発音したのをこう聞き返すとかですね、本当に通訳の技術を磨くというですね、英語のレベルアップをしたいという方はですね、ぜひこの通訳講座、私も受けてたんですけどね、かなりレベルアップできました。もう一つがですね、中学英語で話せる英会話入門、こちら木曜日同じく谷本先生で18時30分から20時までやっております。難しい文でもですね、中学校英語で話せる英文にして教えてもらうというのでですね、やっております。でもう一つが、子ども英会話廿日市キッズクラブ、こちら毎週土曜日の、初級クラスと小学生クラスというのがあります。午前中にやっておりますね。先生は、毛利カリーナさん、フィリピン出身の英語ネイティブの方ですね。非常に明るい方でですね、子どもたちとも楽しくですねやってもらいます。それでもう一つ、カリーナ先生のカリーナの英会話、こちら毎週土曜日ですね、5時から9時まで、17時から19時まで、でこちらですね、週ごとにトピックが固定した大人向けの英会話クラスです。第1週目が医療関係、第2週目が旅行、第3週がビジネス、第4週がフリートークというような形でですね、こういう形でですね、いろんなトピックに参加できますので、こちらもですね、ぜひぜひね楽しくやってますので、これらのですね講座はですね、興味ある講座はですね見学や体験などできますので、国際交流協会にお問い合わせください。韓国語もありますよね。そうですね、実はですね韓国語のですねユンさんの韓国語っていうのをね、これですね紹介しないと。高校生も入ってきました。
ですね。栗林さんもこれ受けられてました。足を引っ張ってます。はい。こちらですね、韓国語講座ということで、私たちの仲間のユン先生が毎週木曜日の17時40分から19時までですね、はい。で、こちらもですね、韓国語、もうユン先生の楽しいですね、元気なキャラクターと元ですね、初級でも中級の方でもですね、楽しめる内容かと思います。こちらもぜひですね、見学とか来てもらえればと思います。すべて廿日市市民活動センターの中でやっておりますので、はい。この4月からぜひですね、語学を始めたいという方ですね、ご連絡いただければと思います。はい。栗林さんも韓国語はいけそうですか？いけそうですか？苦しいんですが、歌う時だけ楽しいんです。はい。私もぜひね、英語を続けていけれたらと思います。やはり語学はですね、続けることが大切ですので、はい。はい、それではですね、4つ目のコラム、優しい日本語に行きたいと思います。はい、優しい日本語とは、外国人や子ども、高齢者、障害のある方々にとって理解しやすいように配慮された簡単な日本語のことです。1995年、阪神・淡路大震災を機に、日本語や英語が理解できない外国の方にも情報が迅速に提供できるようにと考え出されました。つまり、この言語形式は日本語の理解やコミュニケーションに困難を抱えている方に向けて作られております。このような優しい日本語のコツを、今月も、記事から分けて紹介いたします。はい、ではですね、こちらブロッサムのですね3月号に記載された、優しい日本語の記事なんですけれど、擬音語擬態語は難しいということで、例えばですね、連休中は家でゴロゴロしていましたというと、何をしていたんですかと外国人の方が聞き返されます。私たちが何気なく使ってしまう擬音語や擬態語は外国人にとって理解が難しいものの一つです。日本人の幼児はコロコロ転がる、ペンギンがペタペタ歩く、ふかふかのお布団など生活の中で体験しながら身につけていきます。習わないですよね、これはコロコロですよとかね、犬はワンワン吠えますよとかね、習わなくても猫はニャーニャーとかですね、大体もう習慣で学んでいきます。このような擬音語擬態語は外国人には大変難しいです。会話の中で挿入されるとそれに気を取られて肝心の内容が聞き取れない場合もあります。話すときにはできるだけ擬音語や擬態語は使わないようにしましょう。ね、例えばね、犬がワンワン鳴いてるねとか言っても、英語ではバウバウだったりとかですね、この、動物の鳴き声って国によって全然違いますし、例えば工場とか職場でですね、なんか指示をするときにね、それが厄介ですね。例えばこれぐちゃぐちゃなので片付けてくださいとか、言ってもぐちゃぐちゃって何ですかとか、あとさっさと片付けてくださいとか言いますね。さっさと片付けて佐々木さんと片付けるんですかとかね。でちょろちょろするなとかね、うろうろここはねうろうろしたら危ないですよとかいうのもこっちがね危ないから注意しても、うろうろって何ですかってそっちに気を取られて、うろうろっていう言葉がわからないから危ないっていう言葉が入ってこないんですね。なのでよくこれ会社とかでもなんだかコミュニケーション不足になるってクレームっていうかトラブルになるんですけれど、さっきちゃんとさっさと片付けといてとか、ぐちゃぐちゃなので直しといてって言いましたよねっていう、聞いてませんとかね、とかここ危ないって、ここはもううろうろしたら危ないって言いましたよねって言ったけど、それが分からなかったとかですいうことで、それで人はこんな危ないことしたとか、片付けができないとか、そういうような誤解を生んでるということですので、実はこれは外国の方というより伝える方の問題というかですかね。これは気をつけないといけないですね。まさかと思うですよ。ですね。はい。なのでですね、とにかくですね、優しい日本語
というのはですね、やはり配慮、少しの配慮ですね。この文法を学ばなければいけないというよりも、丁寧にきちんとゆっくり伝えようというですね、配慮ですね。で、実はですね、英語よりも通じるんですね。みんな外国の人とコミュニケーションというと、日本人は特に英語話さなきゃ、英語話せない、無理無理とかを言うんですけれど、それではなくて、日本に来る観光客も働いてる人も日本語で話しかけてほしいっていう人の方が多いんですね。っていうのが、日本に来る観光客、さっきインバウンドの話もしてましたけど、中国とか台湾とかですね、非英語圏の人の方が実は多いんですね。フランス人とかも多いですし、なので外国人だから英語じゃなくて、優しい日本語で、こちら、宮島の切符はここで買えますとか、島に入るのに100円のお金がいりますとかですね、フェリーって言っても通じないかもしれないので、船はあちらですとかね、いうような、ゆっくり日本語で話すっていうのがですね、優しい日本語を使えば非常に強いです。なので私は本当にですね、日本のですね、みんな全ての外国人と会う可能性のあるですね、交通機関とか公務員とかですね、私たちの国際交流協会もね、栗林さんもそうですけど、みんながですね、優しい日本語を意識して話してもらえたらいいなという思っております。で、特にですね、私いろんな人にですね、優しい日本語を教えてきてすぐに理解してくれる人、どういう人だったと思いますか？例えばどんな仕事にしてる？現場的な仕事をね、やる人に。そうですね、外国人と接する人もそうなんですけれど、小学校の先生とか、あとはですね、高齢者の施設の方とか、あとは障害施設で働いている方とかですね、普段から意識せずに優しい日本語を使ってるんですね。ゆっくり分かりやすく、なので、分かりましたって伝えたらすぐにですね、理解してもらって、コツが、そしたら介護の現場でもね、ありますね、そういうことが。そうですね、これは本当に介護とかですね、あと、子供とかですね、さまざまな、場面で使える優しい日本語でしたという。というわけで、日本語、優しい日本語コーナーでした。ありがとうございます。それではですね、私の担当する時間もいよいよ終わりに近づいてきました。今回お届けしました内容を含め、毎月発行する解放誌ブロッサム廿日市は、ここ廿日市の情報コーナーや各市民センターに置いてありますので、ぜひどうぞ手に取ってください。ちょっと優しい日本語気になったっていう人も、バックナンバーもあったりしますので、ぜひよろしくお願いします。最後にですね、お伝えした内容のお申し込みや問い合わせ先をご案内します。廿日市市国際交流協会、電話 0829-20-0116、火曜日から土曜日9時から17時となっています。どうぞお問い合わせや皆様のイベント参加をお待ちしております。ここの FM スタジオからすぐ近いんでね、夢タウンから、市民活動センター1階にありますので、気楽にですね、ラジオ聞きましたとかですね、話に、来てもらったらと思います。昔の、自治会館って知ってる人がいるかもしれない。自治会館、いや私知らないですね。市民活動センターしかなってからしか知らないですね。昔廿日市国際交流協会の場所が喫茶店だったらしいですね。なんとなくもう覚えてるんですけれどね、とてもね、便利な場所です。車も、駐車場もありますので、車でも来てもらっても大丈夫です。いろんな公共的な団体がね、3階におりますよね。そうなんですよ。市民活動センターだけっていう名前だけあってですね、エイジや栗林さんのところもありますし、他にもいろんなですね、環境衛生のねとかですね、PTA とかね、高齢者のいろんなところね、文化面のいいですね、多彩なですよ。ぜひ何かの機会にですね、来ていただいたらと思います。